どうも、海外テックのこれマジいい AI の最前線を噛み砕く番組なのだ。解説のりなとミントだよ。よろしくね。夜中に GitHub の CI 失敗を自動で検出して修正を試みて PR にコメントを残してまたスリープする、そういうループを今日は一緒に設計します。するより先に考え方から。考え方から実装の前に何を考えるの？それを使いしていきます。でもその前にループエンジニアリングって言葉最近よく聞くけど何なのか、まず短く整理させてください。ループエンジニアリングとは AI に毎回手で指示する代わりに AI が自動で回り続けるループそのものを設計する考え方です。 AI にお願いするんじゃなくて AI を動かす仕組みの方を作るってこと？そうです。クロードコードを作ったエンジニアがもう AI に話しかけていない、ループを書くのが自分の仕事だというくらい主役が設計に移ってきている。で、そのループをどう設計するのか、今日はそれをさっき出てきた PR 番犬を一例に1個ずつ図で一緒に考えていきます。いきなり作るんじゃなくて考え方から入るんだね。こういうのが面白かったらチャンネル登録をほぼ毎日更新を目標にやってます。まず何から考えるの？最初の問いは、このタスクはループに向いているか？デブデビアとキンが整理した4条件テストです。一つでも書けたらループを作ると純粋に損になります。 PR 番犬に当てはめてみると1、繰り返し CI の失敗は毎日起きます OK。 2、機械で判定 CI がグリーンかレッドかはコードが教えてくれる OK。 3、コスト吸収何回可視化しても ROI が出る規模の開発チームなら OK。 4、する GitHub API と CI につながっている OK。 4つ全部 OK だから PR 番犬はループ向きってこと？そうです。逆に例えばこの UI もっとスマートにしてというタスクは2が NG です。スマート置き換えは判定できない、そこに気づかずループを組むと後で出てくる静かな失敗の罠にはまります。2番目の判断は最も重要な設計判断です。完了置き換えがどうやって判定するか、これがループ設計の革新で、ここを間違えると後でラルフ・ウィガムループという罠に落ちます。ラルフ・ウィガム？それは罠の章で説明します。今はゲートの設計に集中しましょう。ポイントは曖昧な基準は NG ということです。より良くなったちゃんと動くワループが自分で判定できない、エグジットコードが0を返す、 CI ステータスがグリーン、 HTTP が200を返す、これはコードが判定できます。 PR 番犬のゲートGHPR ビュージョンスタタスチェックロールップを実行して全チェックがサクセスか、これがゲートです。緑なら完了、赤なら再試行、それ以外なら人間に通知、この3分岐だけです。シンプル。機械が判定できる言葉でかくってことだね。ループに止まれってどう伝えるの？クロードコードではスラッシュゴールという仕組みで完了条件を契約書として渡します。おまるさる0の記事が整理する4要素を全部書く必要があります。1、エンドステート、アジェント、ウォッチ、ラベルの PR 全件の CI がグリーンまたはエスカレーション済み。2、エビデンス、どうやってそれを確認するか。3、コンストレインツ、テストを削除しない、フォースプッシュしない。4、バジェット、最大3時間または50ターン。4つ全部書かないとダメなの？1つでも省くとモデルが一番楽な読み方をする。おまるさる0の表現を借りると曖昧な空白をモデルが埋める。バジェットを書かなければ永久に動き続けます。コンストレインツを書かなければテストを消して CI を通そうとするかもしれない。内部では俳句という高速モデルが毎ターン後に採点役を担います。作ったエージェント自身が採点しない設計です。ループが何をすべきかどうやって教えるの？スキル MD に書きます。スキルを呼び出した時にエージェントが読む取扱説明書ファイルです。アンソロピックの公式フォーマットは YAML フロントマターで始まります。デバッグオートのコマンドが書ける。実行するたびに最新の PR 状態を読み込むんだね。そうです。ディスクリプションがいつこのスキルを使うかをクロードに教えます。アロードトゥールズは許可プロンプトなしで使えるツールを指定します。確認なしに動いてほしいツールをここに書く設計判断です。なるほど。何を確認なしで使っていいかを設計する。ループって前の実行で何をしたか覚えてる？覚えていません。モデルはループが終わると前回の記憶を持ちません。
でもファイルは忘れない。だから何をしたかをディスク上のファイルに書き続けます。ファイルが記憶の代わり。これをステート MD と呼ぶ慣習があります。ただし重要な注意。これはクロードコードの公式機能ではなく、ユーザーが自分で作るファイルです。ビルトインに最も近いのはクロード MD マイセッション自動で読み込まれる本当のビルトイン記憶です。 PR 番犬の場合は1234、修正試行済み1238、エスカレーション済みと書き足していく。読みやすい。これを毎回読んでどこで終わったか把握するんだね。トリガーと止め方はどう設計するの？ PR 番犬は15分ごとに動かします。クロードコードではループ 15M ランザプルベビーシッタースキルで設定できます。ただしこれはセッション内の実行でラップトップを閉じると止まります。ラップトップを閉じても動かしたい場合はルーティーンズアンソロピックのクラウド上で動く実行基盤です。ただし最短間隔は1時間なので15分ポーリングにはループの方が向いています。止め方。停止条件は必ず書く。これは設計ではなく安全装置です。ゴール達成、予算精進、連続失敗 N 回、人間エスカレーションの4つのどれかで止まる設計にする。上限がないループは無人でミスをし続けます。じゃあ実際には何から手をつければいいの？逆説的ですが、まずループを書いてはいけません。オマルサルゼロが示す自分のループを組む手順は、まず手動で1回やる。 PR 番犬なら自分で GHPR リストして失敗の原因を調べて手で直してみる。どんな判断が必要か、どこで詰まるかを観察する。いきなりループじゃないんだ。次にその手順をスキル MD に書く。それからループで繰り返す。最後にスケジュール化する。この順番を守る理由は、いきなりループを作ると間違った手順を高速で繰り返すだけになります。手動で確認できた手順だけをループ化する。もう一つスコープを絞る。このプロジェクトのアジェントウォッチラベルの PR のみ、変更は最大10ファイル5分以内という制約がないループは漂流します。ツールの話も聞きたい。今何が流行ってるの？考え方は全ツール共通です。トリガー、スキル、ゲート、ステート、ストップ、これを違う言葉で実装しているだけ。まずクロードコード、今日説明してきたループスラッシュゴールスキル MD ルーティーンズのセットです。ターミナルベースでコードとの親和性が高い。無書いてるところはコードリポジトリに直接作用するループ。コデックス。コデックスオープン AI のツールですのオートメーションズは UI ベースで設定します。スケジュール、プロンプト、モデル、サンドボックス設定をブラウザで組んで無人実行。アプローバル、ポリシー、ネバーで完全に無人にできる。無書いてるところはコード生成タスクを設定 UI で手軽に組みたい場合、ランググラフ。ランググラフプラスラングスミス、ラングチェイン、チームのスタックです。ランググラフがグラフ構造でエージェントのループとブランチをかけるフレームワーク。ラングスミスがトレース、評価基盤、実行ログを可視化してどこで失敗したかを分析できます。無書いてるところは複雑な分岐や複数エージェントの強調かつ観測性を重視する場合、フレームワーク不問で使えるのも特徴です。クロードコードとコデックスで両方同時に使う人もいるの？います。クロードコードとコデックスを並行して走らせて同じタスクを両方に投げて結果を比較するマルチモデル運用です。モデルの癖が違うので片方が見落とした問題をもう片方が拾うことがあるというモデルの多様性を生かした設計です。コストと差分レビューが増える分のトレードオフはあります。特定のツールというよりは運用パターンで自前のオーケストレーターで組む人が多い。考え方は同じ。道具を選ぶってこと。そういえばさ、なぜコンループなのか、山登りループって何という大きな話、さっき飛ばしてたよね。そちらはループエンジニアリング AI にお願いする時代は終わったという別の回で掘り下げています。今日の実装面が面白かったらあちらも合わせてどうぞ。終了画面にも出ます。ループを組んだ後に気をつけることは？3つ名前がついた罠があります。1つ目、ラルフ・ウィガムループ、ジェフリー・ハントリーが名付けた問題です。シンプソンズのキャラクターラルフ・ウィガムが壁に頭を何度もぶつけながら僕役に立ってるよと言い続ける。これが由来です。どういう状態のこと？ゲート、ガーマイト、ループは完了と報告しながら実際には壊れた仕事を生産し続けて課金だけが積み上がる沈黙の失敗です。一番コストが高いバグは弱いゲートと覚えてください。
対策はシンプル。採点基準を機械確認できるものにする。採点役を別エージェントに分ける。2つ目は理解の負債アディオスマニが認知の明け渡しと呼んだ問題です。ループが高速になるほど差分を読まなくなる。そのうち自分のシステムのメンタルモデルが崩れる。いざ壊れた時誰も直せないという劣化が静かに2段階で進みます。対策は意外とシンプルで、ループが速くなっても差分は自分で読み続ける。ループが書いたコードも自分のコードとして責任を持つ。ルールとして設計に組み込むことが大事です。3つ目はセキュリティ税。ループは無人で動くので、エージェントが GitHub トークンや API キーを扱う局面が増えます。スキル MD に直接シークレッツを書かない。環境変数で渡す。触れるツールの権限を最小にする。これを設計コストとして最初から組み込むべきです。まとめなの。1、ループの設計は7つの問いに順番に答えることです。タスクはループ向き？完了をどう機械判定する？ゴールをどう書く？何を毎回読ませる？前回をどう覚える？いつ動いていつ止まる？組む順番は全部 PR 番犬で具体的に考えてきました。2、ツールは違っても考え方は同じです。クロードコードのループとスラッシュゴールコデックスのオートメーションズ UI、 ランググラフとラングスミスのグラフ型ループ、どれもトリガー、スキル、ゲート、ステート、ストップという共通語で設計されています。複数のモデルを並行で走らせるマルチモデル運用も同じ枠組みで考えられます。3、3つの罠と対策。ラルフ・ウィガムループは採点基準を機械確認できるものにして採点役を別エージェントに分けて防ぐ。理解の負債はループが速くなっても差分を自分で読み続けて書いたコードの責任を持ち続けること。セキュリティ税は権限を最小に。シークレッツは環境変数で、これらを設計の最初から組み込む。考え方を先に持てばどのツールが来ても怖くない。このチャンネルでは毎日更新を目標に海外テックの一時ソースを確かめながらミントと2人で噛み砕いています。ループエンジニアリングもう試してる人？コメントで教えてほしいのだ。気になるユースケースもコメントで次回のテーマのヒントになるかも。概念編ループエンジニアリング AI にお願いする時代は終わったも合わせてどうぞ。チャンネル登録も嬉しいです。海外テックのこれまじでした。